四国剣山の研究をされていた高根和則氏は、鶴亀岩の左側にダイヤカータの岩があったと言われています。現在は行方不明になっているそのダイヤ型の岩の説明をしている映像、四国剣山検証学会高根和則氏があるのでご紹介します。八剣というところに、今剣がね、実はこの首がなくなっちゃった。ね、1000年の間ということでできてましたから、それで、この下に亀石がある。それで、ここに、実は私の父が取り除きました、このひし形の、ダイヤモンドの石が3枚重なって置いてあった。これは3月3日のひな祭りの時のひし餅ですから。ですから、この一番上はもうね、噴火してまして非常に傷んでたんですが、2代目、ね、と3枚目は非常に綺麗に磨かれた石で、3枚の組石だ。この剣の本をなぜつけたかわかりますか？杖は英語で剣です。この剣と、この剣を一致させるためなの。すなわち、アロンの杖が、信仰が、剣山頂に埋葬ね、されている証のために剣山という山の名前がついてる。ここまで深く掘り下げて、我々の祖先が民族の歴史というものを構成してきているわけです。この鶴亀岩の3枚のひし形の石は、3月3日のひな祭りのひし餅と言っています。この暗号は、ひし餅は上が赤で真ん中が白、下が緑、緑は青を表します。緑という言葉が一般的に使われるようになったのは、平安時代末期から鎌倉時代初期、1100から1200年頃と言われています。それ以前の日本では、緑色の植物や野菜も青と表現する習慣がありました。そのため現在でも、信号の青や青菜など、緑色であっても青と呼ぶ名残が残っています。現代では、緑という言葉が定着しているため、緑色のものは緑と呼ぶのが一般的です。ひな祭りのひし餅はダイヤモンドで表されるのは死と生を表している。この三角形の数理が3なので3月3日となっています。上向き三角形は死を表すもの、下向き三角形は生を表すもの。この天と地の統合には様々な形があります。これはイスラエルのダビデの星。このダビデの星の形はフリーメイソンのシンボルである直角定規とディバイダーを表します。そしてこの形がひし餅のダイヤ型になります。このダイヤ型は2枚の円盤の重なりによって形成される特殊なレンズ、ベシカパイシスの中心図。この記号の縦横比は正確に265対153のダイヤモンドの形状をしています。ベシカパイシスは魚の器という意味。初期のキリスト教の隠れシンボル、イクトゥス、ギリシャ語で魚を意味する。イクトゥスはイエス、スクリストス、セウ、ヒュ、ヒオス、ソーテールの頭文字を並べたものです。イエス、キリスト、神の子、救世主。聖書、ヨハネの福音書21章11節。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。マタイによる福音書4章19節。イエスがガリラヤ湖畔で漁師であったペトロ、シモンとその兄弟アンデレに、私についてきなさい。人間を取る漁師にしようと言われ、
彼らはすぐに網を捨てて従いました。この人間を取る漁師とは、陰と陽の統合の中心にできるベシカパイシスの魚とひし形のダイヤモンドで第三の目を表します。この絵画やさまざまな言説の中で言及される魚は、実は女性のエネルギー、すなわち女陰を象徴するものとなったのです。イザナミが亡くなったのは、国生みで火の神のカグツチを生んだことで、矛に火傷を負ったことが原因となっている。神代の万国史第29章、上古第21代では、イザナミの命は、いざ万国、黄泉命娘と記されている。火の命、母の御戸、やかしむ母七や苦しみ、母御戸のただれ直しに、イダナ国バミル高原より、アフスタン国ヘラサカイトに、天皇に分かれて去りゆく。イザナミ皇后は死んだのではなく、大やけどを負っただけだった。そして、やけどの治療のため、アフスタン国ヘラサカイトへ旅立った。これが、古事記でいうイザナミの黄泉の国への旅立ちの真相である。日本の国生み神話で有名なイザナミの命も、実は西洋から嫁いできたわけである。ちなみに、アフスタン国ヘラサカイトとは、現在のアフガニスタンの西北に位置するヘラートを指している。黄泉の国とは、黄泉の国とも書き、すなわち日本が昼の国であるのに対しての夜の国を意味する、つまり日の沈む国という意味であり、日本より西の国々を指す言葉なのである。死者の国ではなかったのだ。ではなぜ、わざわざアフスタン国ヘラサカイトまでイザナミは行ったのだろうか。答えは、出身国だったからだ。イザナミは白人ということである。このバビロンの杯は、キリスト教におけるもう一つの杯と対照的です。聖杯、キリストの血、救済。バビロンの杯、堕落、混乱、滅び。ヨハネの黙示録第17章4節。その女は金の杯を手に持っていた。その中には忌まわしいものとその陰行の汚れが満ちていた。杯は金でできており、外見は美しい。しかし中身は忌まわしいもの。ルカによる福音書22章20節。植樹の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流す私の血で建てられる新しい契約である。詩編23編5節。私の杯はあふれる。これは神の恵み、祝福に満ちた状態を象徴します。キリスト教における杯は、内に満たされた内容が
受け手へと作用する器として象徴的に理解される。いわゆる聖杯は最後の晩餐に由来し、イエス・キリストの血を象徴することで神との新たな契約を示し、救済と生命の分与を表す。一方、ヨハネの黙示録に描かれる大陰譜バビロンの杯は、外見は金で飾られているものの、その内実には偶像崇拝や堕落が満ち、飲む者を惑わせて霊的困難へと導く象徴である。ここにおいて、杯の外面は魅力と権威を装いながら、その内部には神からの離反が蓄積されている。この構造は人間の欲望と結びつきやすい3つの方向性として整理できる。第一に、我よし、自己中心性、利己主義である。これは神中心ではなく、自己中心に価値基準を置く態度であり、内面の秩序を自己の欲望によって再構成する原理である。第二に、物質主義、富、権力、快楽への偏重であり、存在の価値を外的資源や快楽の獲得に還元することで、霊的次元よりも物質的成果を優先する傾向を示す。第三に、外面的価値への依存であり、見えるもの、評価されるもの、装飾されたものに価値の根拠を求め、内的実質よりも外観に基準を置く構造である。これら3つの傾向は、バビロンの杯に象徴される世界観と深く重なる。すなわち、外見は金で輝きながらも、内実は堕落に満ちているという逆説は、我よし、物質主義、外面的価値依存という三層構造として、現代的に理解することができる。したがって、両者は飲むという同一の行為を通して、人間が何を内に取り込み、どのような原理と結びつくのかという根源的な選択を対照的に示している。聖杯を飲むとは神的原理への同調であり、バビロンの杯を飲むとは自己中心的、物質的、外面的価値体系への同調である。この対比は人間存在がいかなる内的秩序に自らを委ねるかという根源的な選択の問題を象徴的に提示している。二つの杯、それは単なる象徴ではない。陰と陽、生と死、月と太陽、男と女、物質と精神、あらゆる二元性はこの二つの器として現れる。しかし重要なのはその対立ではなく接点である。二つの杯が触れ合い混ざり合う境界、そこに現れる第三の場。この中心こそカバラにおける隠されたセフィラ、ダート。それは単なる知識ではなく、神と人間をつなぐ体験的知であり、分離を超えて統合へと至る通路である。生命の木において、ダートは天と地の境界に位置する。ここを境に、上は神的領域、下は人間的領域へと分かれる。そしてこの境界の一点は、象徴的に十字架の中心と重なる。それは垂直、天と地と水平、人と神、物質と精神の交差点、存在の臨界点である。そして聖杯の形は首から上の形を表している。また二人の人間が向かい合っているようにも見える。イエス・キリストが卓形にあって最後の言葉。マタイによる福音書27-46。そして午後3時ごろ、イエスは大声で叫んで言われた。エリ、エリ、ラマ、サバクタニ。これは我が神、我が神。なぜ私をお見捨てになったのですか。この言葉は日本語で読み解くことができます。エリは襟首で、サバクタニは裁かれる谷、場所です。谷は谷底へ落ちるとも言います。谷底へ落ちるとは破滅ではなく
通過点である。カバラのダートは天と地の境界であり、同時に深淵への入り口。そこで人は一度すべてを失い、自己が崩れる。マタイによる福音書のエリ・エリ・ラマ・サバクタニは、その極限状態を示す言葉であり、見捨てられるという経験は、神的秩序から切り離され、谷底へ落ちる感覚と重なる。しかし、その断絶こそが再びつながるための扉となる。谷底は終わりではない。上昇へ転じる反転の一点である。島根県出雲市にある須佐神社。須佐能の命の御霊を祀る古社。須佐神社は須佐能の命が大和のオロチを退治した後、家族と共にこの地にやってきて、最後の開拓・開墾を行った場所だと言われている。この須佐神社には、大和のオロチの骨が奉納されている。この骨は貫椎だという、首の頸椎の最上部にある骨です。頸椎を構成する7つの骨のうち一番上、第一頸椎 C1 に位置する。頭蓋骨のすぐ下にあり、頭を支える役割を持っています。貫椎はアトラスと呼ばれ、頭蓋骨を支える。ギリシャ神話の巨神アトラスに由来します。神話においてアトラスは天を支え続ける存在同様に、貫椎は頭、天と身体、地をつなぐ接点に位置する。この一点は象徴的にはカバラのダートにも重なる。すなわち、上なる領域と下なる領域の境界であり、意識と肉体、天と地を媒介する門である。ギリシャ神話における巨人、神アトラスが支える球体。それは単なる天ではなく、宇宙秩序そのものの象徴である。この球体には古来より人類が天空を読み解くために定めた行動12星座が刻まれている。しかしその背後にはさらに広大な体系、すなわち現代天文学で定義される88の星座全体が内包されていると解釈できる。この88という数は単なる天文学的区分にとどまらない。東洋的象徴においては、88は米を意味し、生命誕生記号となる。さらにこの構造は数的象徴としても読み解かれる。10は終わり、死、かけるは生成、生を表す。この統合は天体象徴においては明星の変容として現れる。すなわち宵の明星から明けの明星への移行を示す。これは単なる天文現象ではなく、意識の転換、闇から光への通過儀礼を象徴する。その星の名は金星、八芒星である。同一の星でありながら時間帯によって異なる姿を見せるこの天体は、落ちる光と昇る光という二重性を体現している。これはイナンナ、イシュタルの宵の明星の八芒星とウトゥ、シャマシュ、明けの明星の八芒星を表す。アッカド語では古くはエシュタル、後にイシュタルと呼ばれるようになった。この後は元来は金星を意味し、明けの明星としては男神、宵の明星としては女神であったが、最終的に一つの女神として集合された。紀元前3500年頃シュメール人は早くからウトゥを崇拝していた。シンボルは4芒星、4束の馬上線、イナンナ、イシュタルの双子の兄であるイナンナのシンボルの金星の八芒星と同じ形になっている。シュメールの文献ではイナンナとウトゥは非常に親密であったとされている。イナンナとウトゥは双子だから二神一座、一神二座の関係になる。表裏一体である。太陽神シュマシュの継承拳十字から光が出た状態、つまり竜宮の乙姫様の継承なのである。大元の裏神業、泉田随賢氏の弟子久保治氏著書牛虎の金神国床たちの命にはこのようなことが記されている。芦原志功の神大国主の命は
大和朝廷に祀られることを条件に黄泉の国に降りた。そこではイザナミ神と同様に醜い姿を取られていたのである。よって日本書紀では芦原の至高の神のことを芦原の至高の神と表記している。だが実はこの神こそが黄泉狼なのである。また至高という字は鳥と鬼に分解されるが、ここで注意しておきたいことがある。それは鬼という字である。つまり芦原の至高の神がよみがえって牛虎鬼門大金神となるのだ。そしてその実態こそがイザナミ狼なのである。歴史的には大和朝廷、すなわち天照大神の末裔と称する蛮行狼系の征服王朝に武力制圧された出雲朝廷がよみがえることであるとも言えよう。イザナミという本性を持った神が古事記、日本書紀に比喩的に記されているが、それは蛮行神経という側面から見た都合の良い解釈である。黄泉国に落ちたイザナミ狼は、そこで魔界の者どもをことむけやわし、昇進界の神業に目を向けさせるという誤訳を遂行されていたのである。いや、魔界の総大将がイザナミ狼であるとも言えよう。その神がよみがえることによって、魔界の力で現界の大掃除をし、降臨してくるイザナギ狼と一体化することによって主神になるのである。そしてその神の統治される世こそが弥勒の世なのであろう。我々の神業はイザナミの神業であって、そこにイザナギが降りるのだ。泉津領神経の神々が合体することによって重大な何かが達成されるのである。